皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。今回は触媒反応の速度式として知られているラング・ミュア・ヒンシェルウッド型式について、吸着現象に対するラング・ミュアの吸着等音式と比較しながらお話しします。一般的に固体触媒反応は複雑に進みます。例えば、反応物は複数であったり、反応物が一つでも様々な複製生物が生じたりすることが普通です。また、反応は吸着、表面反応、脱着など複数の過程を通じて起こり、このうちのどれかの過程が他に比べてゆっくりと進行し、反応全体の時間を決めていることがあります。この場合の状況は、それぞれ吸着立足、表面反応立足、脱着立足と呼ばれ、異なる反応速度式を与えます。この立足の過程を考慮した速度式に興味がある人は、専門書を参照してください。ここでは簡略化のため、次のことを仮定し、ラング・ミア・ヒンシェルウッド型速度式、略して LH 型速度式を導きます。1、反応物 A は1種類であり、これが触媒 B の各吸着サイトに1分子だけ結合する。2、吸着過程はいつでも迅速に平行状態となる。3、表面反応は迅速に起こり、その時間は無視できる。まずは前回の動画で説明した吸着現象を表すラング・ミアーの吸着等音式を復習しましょう。吸着現象を考える場合、A は吸着質、B は吸着剤と呼び方が変わりますのでご注意ください。この場合も吸着質は吸着剤の各吸着サイトに1分子だけ吸着するものとします。吸着機構が1式に従うとき、ラング・ミアーの吸着等音式は2式で与えられます。なお、前の動画とは使用記号が少し異なるので注意してください。一方、触媒反応を表す基礎式として LH 型式があります。これは3式で書かれます。両式の形がよく似ていますね。私は学生の頃、これらの式を見たとき、その違いを曖昧に理解していました。触媒反応もまた反応物の吸着した後に起こるので同じ形になるのだろうなというぐらいの認識でした。ラング・ミアーの吸着等音式の場合、対象とする現象は吸着だけです。そして式中の変数は各定常状態における基礎中の吸着質濃度と吸着剤上の吸着質濃度、正確には吸着剤単位重量あたりの吸着質の量です。前回の動画で説明したように本式を導くには、はじめに吸着の進行に伴う吸着質濃度の時間変化に対する微分方程式を設定します。ここで B の濃度を代入すると本式は実式となります。次に時間が十分に経過して吸着質濃度の時間変化がなくなった時の式、すなわち平行状態における式を設定します。そしてこれを解くと
ラングミアーの吸着等音式が得られます。その記号を変えれば2式となります。この同質の過程を理解すれば、本式が平行状態における関係式であることが明らかです。もう一度、ラングミアーの吸着等音式を見てみましょう。これを定常状態での式と分かるように書くならば、4式となります。すなわち、式中の吸着質の濃度に平行値を示す記号をつければ良いのです。また、右辺の吸着可能な吸着質の最大値 Vmax は、吸着剤単位重量あたりの吸着質の量の単位を持ちます。左辺の V も同じ単位を持ちます。すなわち、本式の変数やパラメータの単位には時間が含まれていません。ラングミアーの吸着等音式はあくまで平行での吸着質の吸着量を表す式なのです。次に LH 型式について考えてみましょう。はじめに本式を導きます。反応機構を5式のように設定します。ここでは吸着質が反応物、吸着剤が触媒と呼び方が変わります。はじめに反応物 A は触媒 B に吸着します。すなわち吸着過程です。これは化学吸着であり、反応物は触媒表面の官能基と結合します。しかし中には化学結合がしっかりと起こらずに離れてしまうものがあります。ここを可逆的と考えるのは吸着現象の時と同じですね。異なるのはその先の過程があることです。結合により生成した中間体 A、B 中の A は触媒の作用により生成物 C となり別の中間体 CB を生じます。これは触媒表面で起こるので表面反応過程と呼ばれます。続いて C が触媒表面から脱着し生成物 C が生じます。すなわち脱着過程です。どの過程が立則になるかにより導かれる式の形が変わります。ここでは5式を簡単に6式で表します。この時表面反応過程が立則でその時間が無視できると仮定しています。基礎中の A の濃度変化は7式で表されます。ここで式を簡単に導くため吸着と脱着の過程が迅速に平行に達すると仮定します。すなわち7式において dA by dt イコール0と起きます。この時吸着平行乗数を8式で定義します。一方で生成物が生じる過程を立則段階とし吸着した A の濃度すなわち A、B の時間変化を9式で与えます。また触媒上の吸着サイトの全量は吸着質が吸着していないサイトと吸着しているサイトの和に等しいので10式が成り立ちます。9式を10式で割り11式を得ます。8式を AB について解いた式を11式へ代入して12式を得ます。整理すると本式は最終的に LH 型速度式となります。ここで
中間体濃度は非常に小さいので、近似的に14式が成り立ちます。これにより A の減少速度は15式で書かれます。15式の意味を考えてみましょう。式中にはラングミアーの吸着等音式と同じく吸着平行乗数 kh が含まれています。これは触媒反応が反応物の触媒への吸着を前提として起こることを表しています。式中の反応速度の最大値 Rmax は触媒単位重量あたり単位時間あたりに変化する反応物の濃度の単位を持っています。これと同じく反応速度 R も同じ単位を持っています。この変数にはラングミアーの式とは異なり時間の単位が含まれています。これより本式は平行状態の式ではなく反応により変化する反応物濃度の時間変化を表す式であることがわかります。以上をまとめると次のようになります。ラングミアーの吸着等音式は平行状態での吸着状態を記述する式です。一方、LH 型式は反応の進行過程を表す式です。しかし、両式は同じ形です。これはどちらも吸着質が吸着剤へ付着することを前提とするからです。LH 型式は吸着過程に生成物が生じる過程を加えた式であり、成分濃度の時間変化を表す速度式です。以上、両式の物理的意味とその違いを十分に理解してください。最後におまけの話をします。式の単位についておさらいしましょう。ラングミアーの吸着等音式において、左辺の変数 v の単位は右辺のパラメータ vmax の単位で決定されます。同様に LH 型反応速度式において左辺の変数 r の単位は Rmax の単位で決定されます。なぜでしょう。この答えは式の単位を理解すればわかります。分母と分子にある kh と a の積は両者が全く逆の単位を持っていることからこの項は無次元になります。分母の場合、この積の項の他に1の数が加えられています。この数には次元がありません。結局、分母は無次元となります。また、分子の kh と a の積の項も無次元です。ここで、右辺の単位は左辺の単位と同じでなければなりません。よって、ラングミアーの吸着等音式において、左辺の変数 v の単位は右辺のパラメータ vmax の単位で、また LH 型反応速度式において r の単位は Rmax の単位と同じになるわけです。両辺の単位が同じであることは、両式が物理的に少なくとも次元のレベルで正しい式であるということになります。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。